空港から市街地が近く、アクセスの良さで有名なこの空港。市街地の上空を低空で大きく旋回していくために、窓から見える民家がとにかく近い。客席の人も、そして地上で見上げる人も思わずドキッとするほどの迫力なんです。一見危なくないのと思うかもしれないんですけど、この特殊なアプローチをするには理由があります。常識破りで魅力たっぷりのこの空港、一体どこかわかりますか？そう、福岡空港です。今日はこの空港の知られざる裏側をパイロット目線で徹底的に深掘りしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。福岡空港の最大の魅力、それは圧倒的なアクセスの良さです。地下鉄に乗ればたったの5分で新幹線のターミナルである博多駅へ、さらに博多港も近く、まさに陸、海、空の交通網がコンパクトに凝縮されています。しかし、なぜこんなにも街の近くに巨大な空港があるのでしょうか。実は最初から便利な民間空港を作ろうとしてこの場所にできたわけじゃないんです。その歴史は1944年、第二次世界大戦末期に遡ります。当時、この辺りはのどかな水田が広がるむしろ田村という農村でした。しかし、ある日突然、旧日本陸軍から村人たちへ北部九州の防衛基地を作るため、10日以内に家を壊して立ち退けという非常な命令が下されたのです。戦争が終わったら元の状態に復帰して返すという約束のもと、総動員で過酷な工事が進められ、1945年5月にむしろ田飛行場として完成しました。しかし、完成直後に日本は敗戦。土地が返されるという約束は無情に破棄され、そのまま米軍に接収されて板付け基地となってしまったのです。その後、朝鮮戦争時には日本国内の最前線基地として、ここから連日多くの軍用機が飛び立ちました。やがて日本の復興とともに民間機も発着するようになり、米軍基地内への民間機乗り入れという供用体制が続きます。そして1968年、米軍の戦闘機ファントムが建設中の九州大学の施設に墜落するという衝撃的な事故が発生します。これをきっかけに街のど真ん中の軍用基地は危険だという市民の返還運動が一気に高まります。さらに民間航空の需要急増も重なり、1972年、ついに米軍から空港の大部分が返還され、名前も正式に福岡空港へと変わった、そんな歴史があるんです。ちなみに現在でも福岡空港には航空自衛隊の春日基地、福岡分屯基地が併設されていて、 C1 や T4 といった航空自衛隊機が輸送任務等のために飛び立っていく姿が見られると思います。では、ここからはパイロットの目線で福岡空港を見ていきたいと思います。では、実際に市街地の上空をどのようにアプローチしていくかを紹介します。福岡空港の滑走路は南北に伸びており、北から進入する滑走路16。これは海からまっすぐ降りてこれるコースになります。しかし、昼過ぎになると気温の上昇とともに海風が吹き込み、航空機は風上に向かって着陸するため、運用が逆の滑走路34へと切り替わる傾向があります。ここで問題になるのが滑走路34へのアプローチです。悪天候や北風の強い日に景気侵入を使って滑走路34に降りようとすると、安全な降下経路に乗るために一度南側の遠方まで大きく迂回しなければならず、時間も燃料もロスする遠回りになってしまいます。
ここで登場するのが冒頭でお見せしたビジュアルアプローチです。東側に連なる山岳地帯を避けつつ、中洲の町の真上を低空で旋回して滑走路に整体するこの経路。民家が近く迫力満点なんですけど、実はこのアプローチ中はオートパイロットが使用できません。パイロットは自ら機体を手動で操り、安全を確認しながら飛ぶこの方式は、過密なトラフィックの流れを管制官がスムーズにさばくための信頼できる最終手段になります。非常に高いワークロードが要求されますが、パイロットにとってはやりがいある空港だなと思っています。その後、2020年には国内線ターミナル側の並行誘導路が二重化され、地上での飛行機の行き来が少しスムーズになり始めます。2024年12月には複雑な運用を支えるため、羽田に次ぐ日本で2番目の長さを誇る管制塔が稼働を開始しました。そしてついに2025年3月20日、全長2500メートルの第2滑走路の供用が開始されました。この2本目滑走路は混雑緩和や万が一の機材トラブル等のリスクを減らす目的で作られました。2本の滑走路をうまく運用することで、長年の誘導路二重化やエプロンの拡張と合わさり、かつてパイロットの最大の悩みの種だった着陸したのに駐機場が空いておらず、誘導路上で長時間待たされるという事態が軽減しました。そして現在、インバウンド需要と相まって旅客数は急増し、本来2028年度の目標であった2800万人を前倒しでクリアする驚異的なペースで、国内外合わせて2856万人に達する見込みとなっているんです。実はこれ、羽田、成田、関西に次いで日本国内で第4位の規模であり、地方を拠点とする空港の中では圧倒的トップの利用者数なんです。さらに空港運営会社の営業収益も当初目標を上回る704億円となる見通しで、過去最高を記録する見込みです。この絶好調な結果を受け、なんと発着回数をさらに増やすための計画もすでに始まっているそうで、快適な空港へと生まれ変わっていっています。最後に、福岡といえばやはりね、グルメなんですよね。福岡には本当に美味しいグルメがたくさんあります。行くたびに何を食べようかなってね、いつも楽しくなる空港の一つなんです。その中でも特に好きなのが平尾の天ぷらですね。そしてスイーツではクロワッサンがお土産にもなるので、すごくおすすめです。以前にこんな動画も出しているので参考にしてみてください。さて、いかがだったでしょうか。今後も国内外様々な空港に着陸した経験をもとに、パイロット目線で航空知識、情報を発信していきますので、チャンネル登録、そしてね、グッドボタンよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。